いこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は、ドゥヌーはやぶさウルトラです。はやぶさは日本での販売名で、元の名称はファルコンです。どっちも意味は同じじゃん。ファルコンのままでいいのに。そうなのよね。はやぶさはスピードと機動力の象徴。古代エジプト神話では、太陽神ラーは、頭部がはやぶさ、体は人間という姿で描かれていて、戦いの神と勝利の指導者を象徴化したもの。それがなんか関係あるの？はやぶさの音の立ち上がりの速さが、スピードと機動力の象徴ってとこと一致するなぁ、なんてね。ああ、そういうことね。価格が3万円台後半なのか。ちょっと気軽には買えないわね。パッケージ内容はいろいろ入ってて、イヤーチップが4種類、3.5mm と 4.4mm に交換可能なプラグ、音質調整用の物理フィルター、これらを収めるためのちょっと大きめなケースなどが主なものね。外観はどんな感じ？ブルーの鏡面加工はとても綺麗ね。側面はちょっと曇らせてロゴのテクスチャーが入ってる。低価格モデルではできない複雑な処理になってるわ。音質以外のこだわりが細部にまで出ている感じ。高強度のステンレス鋼材を高精度 CNC マシニング加工によって成形。ドゥヌーの長年にわたる金属処理の努力が結集されてるってことよ。しかもこのキャビティ小ぶりなのよね。測ってみるとそこまで小さくはないようだけど、丸みを帯びてる分小さく見えるよね。片側 9.9g、材質がステンレス鋼材なので小さくても重みを感じるね。フェイスプレートの反対側には大きめな空気口が2つ。空気の流れを細かくコントロールしながらより大きな吸気を実現してるのね。ドライバーはゼンプロのエクリプスアーキテクチャダイナミックドライバーユニット、高強度リチウムマグネシウム合金を搭載。ダイナミックドライバーだったのね。そう、振動板詳細は上の情報を参考にしてね。オッケー。磁気回路もゼンプロと同じなんですね。10万超え、ゼンプロのアーキテクチャをふんだんに採用してるはやぶさの音質、さすがにいいわ。さて、ここからは波形を見ながら進めます。バンドルイヤーチップが多めで4種類です。調整は結構できそうですね。広域側の明るさの調整に効果あるよ。S&S とキャンディーイヤーチップは市販されていて、以前、ドゥヌータイタン S のレビューの時に紹介したことあったわ。それがバンドルされているのはいいね。でも、視聴には別のを使ったんでしょ？そう、リバイナスベルベットね。4つのバンドルイヤーチップの中間的な特性ってこともあるし、慣れないイヤーチップはよくかぶれちゃうんで、長時間視聴できないんだよ。ジャックさん、シリコンアレルギーっぽいもんね。次は音質調整用のフィルターチューブの比較で、開封時はブルーのステンレス製のチューブがセットされてるのよ。そしてもう一つは金メッキの真鍮製か。思ったより広い範囲で変化するんだね。これはちょっと驚きだったね。詳細はサウンドチェックの後に触れようと思う。サウンドチェックは2種類のフィルター変化とドゥヌータイタン S も一緒に聞いてみることにした。価格帯はだいぶ違うけど同じドゥヌーだしいいかなと思って。ジャックさん、タイタン S 好きだって言ってましたね。まあね。ケーブルはバンドル品 MMCX 接続のドゥヌー DUW02 Pro 4.4mm バランス接続で使用。2ピンタイプのタイタン S はナイス HCK グレークラウドを使用して音収録。音調整の基準ははやぶさのブルーチューブね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。2つのチューブの違いはなんとなくわかりました。タイタン S はちょっとおとなしめに感じました。そうだね。タイタン S はハヤブサの2つのチューブの特性を併せ持ったような出方だけど、7キロあたりのピークが少し弱めな分おとなしめに感じるね。ただ質感はとてもいいんで、ドゥヌーに興味あったらまずタイタン S から聞いてみるのもいいんじゃないかなって思うよ。そうですね。ブルーとゴールドチューブの違いはどんな感じ？ブルーを基準として話すけど、ゴールドはこの辺りを絞ってるじゃん。だから少しシャープさが欠けて丸みを帯びた感じになるね。その代わり 500Hz から 2kilo あたりを出しているんで、その差はまずボーカル、メロディーで気づくね。スネアやタムも太めに感じられる。シンバル系も同様で、ゴールドだとやや落ち着いて引っ込み気味になる。ブルーからゴールドに切り替えた直後はややもわっとした感じになるわ。切り替え？付け替えでしょ？いや、切り替えだよ。ダウソフトの2つのトラックに同じ曲を入れて EQ でゴールドチューブのシミュレーションをして聴き比べたんだ。一瞬で切り替えて比べられる分、特徴を把握するには効率的なんでね。もちろん最初は付け替えて特徴をチェックしてるから、このやり方で問題ないことは確認済み。ここは市販の曲で聴き比べたから、音を聞いてもらうことは著作権の問題で無理だけど。へえ、そういうことか。で、広域はブルーより落としてるから、シンプルに言えばやや太く丸みがあり、やや暖色系になるね。一方ブルーは抜けの良い寒色系という印象で、全体的にやや中広域以上が中心となるバランス。多くの人はブルーチューブを聴きやすいと感じるんじゃないかと思う。だから開封時にブルーチューブがセットされていたんじゃないかな。ただゴールドチューブでこれだけキャラクターが変化するのはいいね。曲によってはゴールドで聴きたいと思えるものもあったし、慣れの問題って気もする。ゴールドチューブはちょっと癖があるように感じたんで、愛はブルーチューブが好きです。さて、最後にハヤブサを聞いた印象をお願い。ブルーチューブ装着での印象中心ね。まず低域は波形で見るより重みがあるけど、量感優先ではなく質感の良さを感じ、全体域の中での溶け込み方がとても自然。キックの圧やベースはそれほど前に出ては来ないけど、存在感はしっかりしてる。中域はチューブの付け替えでキャラクター変化が結構あり、どちらがいいとは一概に言えないところ。でもどちらもさほど減衰していないので再現性は高い。広域は 3kilo 以降 7kilo あたりまで大きく減衰するところはなく、明るく抜けが良く、とてもクリアで聞きやすい。ブルーチューブだとちょっと明るすぎるなぁと思う場合は、キャンディーイヤーチップを使うと 6kilo あたりを少し落とせて効果あった。ファイナル E に特性が似たとこあるね。全体的にはどんな感じですか？音が近めなこともあって曖昧な鳴り方はしない分、サウンドステージはベースの広さはあった上ですごく広いって感じじゃないけど、適度な分離と定位感の良さは抜群で 1DD ということもあってとても自然。そして音の立ち上がりが早い。これはモデル名の通りハヤブサだからね。お高めモデルだけのことはあるかな？あるよ。自分好みの調整が完成したら手放せないモデルだわ。今回はまだまだ話せばキリがないなーって感じなんですが、大体ハヤブサの特徴はお伝えできたんじゃないかと思います。気軽に買える価格ではないと思いますが、入手すれば満足感の高いモデルになると思うので、検討してみてもいいんじゃないでしょうか。ということで、ドゥヌーハヤブサウルトラのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。